皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ大統領がムン・ジェイン大統領に突きつけている交渉というものについて少し触れていきましょう。今、トランプ大統領は在韓米軍の駐留費用負担について、ムン・ジェイン大統領になんと5倍にするように求めています。この5倍にするといった時に一体中身がどうなっているのかというのはかなり事務的な話も含むために、その内容というものはなかなかわからなかったのですが、今回その具体案として報道されているものがありました。今回はその中身について少し触れていきましょう。そして同じ日に米韓同盟に新たな動きが出ているので、そのことについても触れていきましょう。今回は2つの記事をお聞きください。中央日報、アメリカ、グアムから飛んできた爆撃機の費用を払え。警告に1億ドル要求。アメリカが第11回防衛費分担金協定交渉で戦略資産展開費用として1億ドル以上を請求したと複数の消息筋が29日に明らかにした。戦略資産はアメリカ軍の長距離爆撃機、原子力潜水艦、空母などだ。これら戦略資産は昨年、米朝非核化交渉が本格化してから朝鮮半島上空と海域を避け、主に東シナ海などで哨戒作戦を遂行した。このため、アメリカが純粋な在韓米軍駐留費用ではない東アジア、西太平洋安保の費用まで警告に負担させようとしているという分析が出ている。アメリカ側は具体的にグアムのアンダーセン空軍基地から出撃する B1B 戦略爆撃機の場合、昨年基準として韓半島防衛のため5から6回出撃したと根拠に提示した。だが別の政府消息筋は、アメリカ側は自分たちが算定した防衛費分担金50億ドル相当に合わせるため、全般的に項目ごとに3倍以上膨らませており、戦略資産展開費用も同じことと話した。米国 B1B 昨年6回韓半島を出撃。東シナ海に行くときに経由。これに先立ち、昨年の第10回防衛費分担金交渉の時に、アメリカは戦略資産展開費用として3000万ドルを要求したが、それと比較すると3倍以上増やした数値だ。アメリカ CBS 放送の昨年6月の報道によると、B1B を韓半島に展開する運用維持費用は1回の出撃あたり13億ウォンほど、年間基準でも69億ウォン程度だ。3000万ドルが1億ドルに増えた背景には、人件費と手当をこれまでより大幅に増やし、アメリカ本土の支援部隊人件費など間接項目を上乗せしたためというのが政府の分析だ。アメリカは在韓米軍だけでなく、アメリカ本土の米軍も警告防衛のため寄与しているという立場だ。こうした戦略資産の移動経路を考慮すると、アメリカは戦略資産を北朝鮮だけを相手にする防衛任務だけではなく、東アジアなどでの中国、ロシア、牽制任務に投じた後に関連費用を警告に払うよう要求する格好だ。在韓米軍駐留費用ではなく、東アジア安保費用に対する分担要求だ。このため、警告交渉チーム内部では、戦略資産展開費用を警告と日本、台湾、フィリピンが分担して出さなければならないのではないか、という意見まで出てきたという。アメリカ、自国有事の際の警告軍派兵を要求。韓米が戦時作戦統制権転換以降に発生する危機事態に対する両者の役割を新たに確立する話し合いを始めた。現在、連合危機管理の範囲は韓半島有事時に制限されているが、アメリカはこの範囲の拡張について意見を提示したためだ。アメリカが韓米同盟を韓半島に限定しない同盟に転換しようとの狙いがあるという分析も出ている。アメリカは米国有事の際という文面を追加して危機管理範囲を広げようという立場だ。毎日アメリカの提案によって覚書が修正されることになれば、海外紛争や紛争の可能性がある地域でアメリカが威嚇を受けると判断した場合、警告が米国を支援できる状況が開かれることになる。ホルムズ海峡のような太平洋の向こう側地域までアメリカに協力できる根拠が用意される。現在、韓米相互防衛条約は韓米両国の武力抑止範囲を
太平洋地域における全ての威嚇と明記している。覚書の改正によって、この条約に反する余地ができることになる。そのため、警告側は協議の過程でこの条約文を根拠に難しいという意見を提示した。それでは今回のニュースの解説を始めましょう。まず第一に、トランプ大統領は在韓米軍の駐留費用というものを一挙に5倍に引き上げるということを目標にしています。しかしこの5倍という数値、決して法外な値段をふっかけようとしているわけではありません。そもそもが在韓米軍の駐留費用というものについて言えば、負担割合が他の国、特に日本に比べると低すぎるという問題がありました。ですから、在韓米軍の駐留費用の負担割合を高めていくというのは、アメリカにとっては別に悪い話ではないのです。ただしその具体的な引き上げにおいて、今回のようにしてあまり在韓米軍と関係ないかもしれないというような爆撃機についての費用負担を上げていくというのは少し強引すぎるかなというふうに私も思いました。ただしこの記事の中でも触れられているように、負担を他の国にももっと求めるべきだと言って、日本や台湾、フィリピンにもその費用負担を求めるのではないかといった部分については少し遠慮したい部分があります。在韓米軍がしっかりとお金を払ってもらえれば、このような費用負担というものが他の国に散らないわけですから、このまま在韓米軍の費用負担というのがもっと上がってくれた方が各国のためにはなります。また2つ目の記事について言えば、これはトランプ大統領が進めるインド太平洋戦略上において、米国の意思を確認する目的だと思われます。トランプ大統領は中国が覇権国家として台頭するのではないかということを警戒して、今対中戦略を進めています。それはインド太平洋戦略です。日本や台湾、フィリピン、そして東南アジアの国々、そしてインドにとつながるこのインド太平洋戦略においては、中国の台頭にしっかりと歯止めをかける必要があります。米国がこのインド太平洋戦略に乗り気ではない、非協力的であるといったことは以前から指摘されており、何かあれば米軍と共に戦えというようなことを暗に求めている部分があります。そのような大きな戦略の目的があるのですが、まだ中国と何か具体的に問題が発生しているわけではありません。そのため、まず目先の中東地域における米国の協力を強制的に引き出すという目的があるのでしょう。イランとサウジアラビアの間で緊張状態がある以上、その緊張状態を緩和するために各国が軍隊を派遣してその動きを牽制する必要があります。そのために法律的な根拠を持って米国に軍隊を出させるというその前段階の準備が必要なわけです。ただしこれはあくまでも最終的には対中国戦略上における米国の参加意思を確認するという大きな目的があるのは間違いないでしょう。トランプ大統領としては米国の意思がどうなるかといった点について言えば必ず二面作戦を取っているはずです。いわばムン・ジェイン大統領が早く中国側に寝返りたいというのであれば、それに対してはしっかりと対策を打たねばなりません。しかし中途半端にアメリカと中国を天秤にかけて双方から利益を得ようとしているのであれば、そこにはしっかりと制裁を科さねばなりません。そのためにまず第一に行っているのが、これまで甘い汁を吸っていた、これまで費用負担の少なかった在韓米軍の駐留費用をしっかりと上げて、米国が安全保障上のただ乗りをまず防ぐというのが第一に目的にあります。そして第二に、この条約改定によって中国とアメリカを両天秤にかけるような真似をするなといういわば外交的そして軍事的な圧力をかけ始めた、その実例だと言えるでしょう。ムン・ジェイン大統領の側近にはいわば反米の人たちが多いと言われています。しかし、今現在いきなり中国側に転向するにはまだまだリスクが高いわけで、このような条約におそらくは渋々従うのではないかというふうに私は思っています。もちろん、私の予想が全く外れる可能性もあります。例えば在韓米軍の駐留費用負担について5倍なんてとんでもない、いっそのこと出て行ってくれというふうに言うかもしれませんし、また同じようにして駐留費用の負担も増加も飲めないのですから、今回のようにしてアメリカ軍と共に行動するこのような改定もとてもではないが飲めないというふうにして断れば、
これは完全に反米政権という意思を明らかにすることであり、同じようにして中国側にすり寄る動きを強めることになるでしょう。ただしそのようなことをすれば何が起こるかといえば当然のようにしてアメリカは陣営の乗り換えに対しては非常に強烈なカウンターパンチを食らわせるでしょう。それは経済の崩壊を招くような出来事にきっとつながるはずです。今はまだ費用負担をどうするかその中身について細かなところで争っている段階ですが、この話がより大きな物語の展開につながる可能性もあります。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画への高評価をお待ちしています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。